こんちは。140ラージャン解説、やっていきます。4G ギルクエの代表モンスターであるラージャン。真面目に攻略法を解説していきますよ。我々もラーセンの動画は何本か撮ってるけど、解説の体は初めてだね。自分のプレイの説明ではなくて、慣れない人に向けたものにしていきたいと思うよ。順番としては装備、攻撃パターンとその対処、そして立ち回りと進めていきます。最後にはおまけとして、データ類をまとめます。体力がどうとか、報酬がどうとかってことです。これは興味ある人だけ見てくれればいいね。本編は装備から立ち回りまでだ。それじゃあ早速やっていこう。スタート。まずは装備というかスキルから見ていこう。タイラーといえばこれ、なものね。各武器種ごとの必要スキルが除外してます。体験なら集中必須とかにはわざわざ触れてません。まずは弱点特攻です。これは全武器で必須と言っていいと思います。弱特は肉質を加算するスキルだ。つまり適用ギリギリなほど強化割合が良くなる。ラージャンって全部柔らかいんだけど、極端に柔くはない絶妙なとこなんだよね。実質ノーリスクで火力が 1.1 倍くらいになりますね。まさに積み得と言っていいです。お次は耐震です。体験以外はほぼ必須ですね。主にボディープレス、ローリングの対処だね。あとはデンプシーの対策にもなる。これがあれば、わずかな後隙に反撃が入ったりする。攻防両面で役立つスキルだな。もちろん、慣れないうちは体験で入れるのもありです。防具的に入れやすかったりしますしね。あとはやはり耳栓ですね。ノリとしては耐震と同じです。発見時、投機効果に最極限。特に近接はないと困る場面が多いな。中でも体験では必須だ。開幕にためが確定するだけででかい。急な方向でためキャンセルされる場面もあるので、外すことは考えづらいですね。あとはこの辺かな。心眼と回避性能。極限と投機効果が重なると困るので、そういう場面には心眼が役立ちますね。極限解除はモーション値依存です。弾かれても解除値は変わりません。回避性能はあると無茶な行動をカバーしてくれる。劇的に楽になるわけではないが。手数が多く張り付く武器に有効だ。総中根とか片手双剣とかね。総中根は攻撃が大振りですからね。助かる場面は多いはずです。以上、まとめるとこんな感じでしょうかね。だいぶざっくりですが。装備例は以前動画でまとめてるから参考にしてほしい。DLC なしのものもまとめてるぞ。なお、プラスアルファスキルは自由でいいと思う。軽く乗るなり生存に振るなり。体験あたりは DLC なしだとほぼ漏れませんが、まあ、必須の時点で完成してますからね。よし、じゃあ各種攻撃パターンとその対処法を見ていこう。まずは3連ローリングですね。こちらはやや対処が難しいです。基本的な避け方は1撃目をギリギリで避けて2撃目とすれ違うように直進する方法です。ホーミング自体はそこまできつくないからね。狙いを定めてから着弾まで少し猶予があるぞ。発動、1撃目の移動距離もやや中途半端ですね。距離によってはこちらから少し詰める必要があります。対処が分かれば落ち着いて避けられるぞ。移動が遅い武器は耐震が欲しいね。体験なんかは見てから納刀できるんですよね。この辺も噛み合ってますが。続いては高速キャンセルしての岩投げ。極限限定の行動だね。こちらは対処自体は楽だと思います。高速に捕まらないようにしましょうね。尻尾を安全めに殴れるチャンスなので、極限中ではラッキー行動となるでしょう。発動中はアーマー付きだから注意ね。極限解除などが起こらないぞ。次、ボディープレス。これも急に出されると困るんだよな。向かって左側の攻撃範囲が広いです。右奥に抜けるようにすると避けやすいでしょう。後隙が少なく、旨味の少ない行動です。避けに徹しましょうね。振動も厄介だが判定は一瞬。フレーム回避できれば、ちょっと反撃は可能だぞ。お次、殴り突進。通称デンプシーとか呼ばれてるね。腕の攻撃範囲が思ったより広いです。痛いので大きめに避けましょう。こちらも発動が早いので、常に警戒が必要。発動時に腹下に回避できると良いです。持続が長くて正面から避けるの難しいからね。なるべく付き合わないようにしたいな。次、岩投げ。シンプルにぶん投げてくるぞ。掘り出すまでが長いのでチャンスとなります。が、岩自体は強力なので、殴りすぎないよう注意です。岩は必ずラージャンの右腕で投げられる。つまりこちらは向かって右に行くのが正解だね。よし、ここからは確定行動だ。必ずセットになってるモーションだね。まずはステップ、回転、ビームのコンボ。ステップは左右どちらのパターンもあるぞ。締めがビームなので、長めの攻撃チャンスとなります。絶対逃さないようにしたいですね。基本的に離れてれば問題ないですが、油断して近づかないようにしましょう。ステップでこかされて回転に巻き込まれるとかね。
二重の意味で痛いことになっちゃうぞ。確定行動2つ目は飛びかかりからのビーム。これもビーム締めだから反撃のチャンスだ。ただこれ、あんまりやってくれないんですよね。やってきたらラッキーと思いましょう。対処自体はかなり簡単だね。一生懸命追いかけよう。3つ目はバックステップ、回転攻撃。これはよく使ってくるね。ただし、すべてのバックステップからは繋がりません。左右ステップ後や単発からのコンボとなります。バクステと回転攻撃、どちらも後隙が狙えます。位置関係により判断しましょう。大剣なら終わり際を狙うべきだね。ダメが入るのはこっちだ。最後はこれ、ゲルビステップからのバクステ。一つ前のと似てるけどね。なんなら、非極限だと回転攻撃まで繋がります。後半はまんま3つ目のコンボですね。こちらは、ケルビをやり過ごしたところで待ってると、ちょうど戻ってきたところに攻撃できます。これの反撃は確実に取れるようにしたいね。かなり使用頻度高いからな。ただ、位置関係と極限では確定しないから注意だ。バクステ読みはほどほどにね。じゃあ、基本的な立ち回りを見ていこうか。簡単なポイントの紹介ね。気をつけるべきことは大きく2つあります。まず1つ目、常に向かって右に捉えることです。画面上で見ればハンターが左、ラーが右に来る形。これが大原則となります。時計回りに動いていくイメージだね。ポジションがずれたらすぐ戻そう。これは主にゲルビステップとデンプシーに対応するため、向かって右側から判定が出てくるぞ。これらは判定の発生が早いですからね。いきなり対応し続けるのが難しいです。また、回転攻撃も右側に強い判定が出ます。あらゆる点で左側が安全なんですよね。2つ目はラージャンとの距離感。常につかず離れずをキープしよう。ざっくり言うと、離れすぎなければ OK です。隙ができたらすぐ反撃できるようにしましょう。距離が空くと攻撃の対処も難しくなります。主にビームと3連ローリングですね。これらは貴重な攻撃チャンスだからね。避けるだけになるのはあまりに渋い。つっても、普通は攻撃のために近づくのを意識するから、わざわざ言うことじゃないけどね。もちろん真正面に立つのは厳禁です。ラーの右腕を常に狙うようなイメージでしょうかね。この2つを押さえつつ、攻撃ごとの対処を身につければ、問題なく周回することができるでしょう。ここから先はとにかく実践あるのみだね。頑張ってラージャンに慣れていこう。じゃ、最後におまけね。140ラーに関するあれこれ。団体の体力は1440となっており、これはギルクエモンス中、下から6番目です。肉質や攻撃機会を鑑みると、耐久力は最も低い部類と言えるでしょう。にもかかわらず、報酬面では最高級だ。封じられし武器がたくさん手に入るぞ。もちろん確定ではないんですが、おおむね上から3番目の入手しやすさですね。極限の中ではナンバーワンとなります。そりゃ人気にもなるわって感じですね。ラーもしくは右ラーが流行ったのは、データ的にも自然なことだったんだね。で、入手できる武器の見た目はこんな感じ。シンプルめなものが比較的多いかな。割と人によって好みが分かれる方ですかね。我々はあんまり欲しいと思いません。この辺は各自右ラーを準備して、報酬ブースト役として使っていきたいですね。以上、140ラージャンの解説でした。すっきりまとめたつもりだけどどうだったろう。こうして細かい点まで触れたのは初めてでしたね。我々としても振り返る機会になりました。実際には話したことプラス武器種ごとの立ち回りが必要。完璧にするには高いハードルがありますね。そうだね、140ラージャン自体は相当難しい部類。ギルクエ全体では比較的マシってだけだからな。だから、苦手な人も自分を卑下する必要は全くない。そもそも1モンスターとして難しすぎるからね。まずはソロ討伐を目指していきましょう。タイムなんて気にするのはそれからです。周回が安定すれば発掘もたくさん集まるので、加速度的に楽しくなっていくことでしょう。発掘担いで挑むモンスとしても適してるからね。うまいこと 4G の沼サイクルを作っていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。